はいどうも、虫取りチャンネルのありゅうです。今回はなんと、タガメを探しに来ました。なんか見つけました？水かな、綺麗あ、ほんとだ。こちら、水カマキリ。カマキリって名前がついてるんですけども、むしろタガメに近い種類ですね。これもね、近年数を減らしている水生昆虫の一種です。早速こんなの見つけちゃった。すごい。めちゃくちゃ環境がいいんで、トノサマガエルに似てるんですけども、東京ダルマガエルということで、こういう風にカエルがたくさんいて、水カマキリとかタガメが餌とする生き物がとても多いんですよね。ちょっと水カマキリは観察のために一回捕まえましょう。ゲット。太鼓打ちですね。太鼓打ちか。太鼓打ち。よいしょ。はい、こちらカメムシ目の太鼓打ちという昆虫です。水質悪化には比較的強く、割と郊外の水辺でも見かけることがあるそうです。タガメと同じようにこのカマで小さなオタマジャクシなどを掴んで口から消化液を注入して獲物を消化しながら食べます。水生昆虫全般そうなんですけども、生息地が減ってきて新潟、沖縄では絶滅危惧1類、山形、長野では絶滅危惧2類に指定されているそうです。また周囲の環境に溶け込むように体に泥をつけていることが多いそうです。今の映像だと撮れていますが、捕まえた時は泥がついていました。東京ダルマガエル。こういう環境、マムシが多いんで、それに気をつけて、サンダルとかでは来ないようにしましょう。僕はね、ちゃんとした登山靴で来てます。また水カマキリいました。はい。ゲット。はい、こちらカメムシ目の水カマキリという昆虫になります。先ほどの太鼓打ちによく似てるんですけども、すごい細い体をしてます。頭もカマキリのように逆三角形になってます。タガメや太鼓打ちと同じくカマで獲物を捕らえて消化液を流し込んで食べる肉食性の昆虫になります。お尻の先に生えてる細長い管は呼吸管と呼ばれる管です。これを水面に出して呼吸します。水質の変化には比較的強いんですけども、農薬に弱いんで、それによって全国的に数を減らしている昆虫になります。またこの水生昆虫全般なんですけども、実は羽が生えてて飛ぶことができます。水カマキリは太鼓打ちよりも少し深めのところにいる印象があります。体が細いんで、流れのあるところにはほぼいません。足を周りのものに絡めて水の流れのないところで留まっていることが多いです。はい、また東京ダルマガエルさんがイケポチャしました。まだいる？大志くんが何か見つけたらしいです。これはガムシですね。ガムシか。お、でかっ。500円玉ぐらいのサイズだ。もうちょいでかいんじゃないですか。もうちょいでかい。取ってみましょう。捕まえよっか。はい、こちらガムシと呼ばれるガムシ科の昆虫になります。一見ゲンゴロウのように見えますけども、ゲンゴロウとは別の種類です。ゲンゴロウは肉食性なのに対してガムシは草食性です。生息地の水草などを食べます。で、ガムシは結構移動能力が高くてライトトラップにもよく飛来するので、結構田んぼの横の街灯とかの下にいることもあります。このガムシという昆虫結構大きくて4センチぐらいになります。ガムシはね、結構いろんなところにいて、大きいため池とかでも普通に生息しているんで、今日見た水生昆虫の中でも一番見る機会のある昆虫かなと思います。けどもとても大きくて迫力があるんで、とてもかっこいい虫だと思います。いた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 。こちらコウイムシですね。コウイムシわかるかなこれ。はい、こちらカメムシ目のコウイムシという昆虫になります。背中に卵を背負っている姿が有名ですね。ちなみに卵を背負うのはオスです。成虫の大きさは約2センチぐらいで、ちょっと小さめの水生昆虫になります。この個体は背中に卵を背負ってないですね。繁殖の時期は4月から8月と比較的長く、その期間に運が良ければ背中に卵を背負った個体が見つかるといった感じです。こちらも同じく肉食性の昆虫で、巻貝とかメダカ、ボウフラを食べるそうです。めっちゃでっかいダルマガエルいる。
見えちゃった。全然タガメいないから、こんな何でもない草でもタガメに見えてきた。ちっちゃいゲンゴロウがいる。あ、隠れた。いた？いますか？目の前です。目の前。あ！いた！タガメいました。これ羽が生えてないのでまだ幼虫ですね。あ、でもかなり大きいから秋霊幼虫だと思うってポーシトくんが言ってました。僕は初めて見たんでわかりません。おー、すごい。やっでかっ。これちょっと手で捕まえちゃっていいですか？あれ？あ、やばい。おー、タガメ。顔がいかついな。水生昆虫の王者ですからね。すげえかっこいい。やば。成虫いた。え、成虫いた？え、すぐ近くにいた。あ、かっこいい。おお、完全体成虫だ。何から何までマジでありがとうございます。いえいえ。本当によく見つかったね。動いたんで。やっぱりタガメってすごい木の枯れ葉とかにそっくりな色してて、もう全然見分けつかないですね。本当に素通りするわこれ。すげえ、またいた。ここに秋霊幼虫1匹、2匹。まあでも君ら秋霊だしな。ちょっとかわいそうだから見逃してやるわ。見てみて。なんか食ってるな。こうやって口を突き刺して消化液を流し込んでドロドロに消化してその汁を吸うっていうそういうね変わった食べ方をします。いたー、成虫。くそかっこいいなーお前。はい、出ました。こちら今回狙っていたタガメになります。日本のカメムシ目の中でも一番大きな種類でめちゃくちゃかっこいい昆虫です。日本全国に生息している昆虫で、南は沖縄、北は北海道まで生息しています。また海外では東南アジアやロシアまで生息しているそうです。幼虫の時期は羽がなくて飛べないんですけども、羽化して成虫になると羽を持って飛べるようになります。今回は時期的に秋霊幼虫と成虫が入り混じるような時期でした。おそらく同一の親から生まれてこの場所で繁殖した兄弟たちになると思います。現在ね、非常に数を減らしていて、2020年以降種の保存法に基づき特定第2種国内希少野生動植物種に指定され、販売目的の捕獲または売買が禁止されています。要するにペットショップで買えなくなったってことですね。現在でも限られた場所では生息しているんですけども、本当にそのポイントを知らないとなかなか見ることはできません。この前脚のものすごい太い腕で獲物をガシッと掴んで、口から消化液を流し込んで体をドロドロに溶かして消化した獲物の汁を吸うというような肉食の昆虫になります。こういった水生昆虫全般そうなんですけども、環境の悪化とか農薬とかに非常に弱いんで全国的に数を減らしている昆虫になります。その中でもタガメやゲンゴロウは数をものすごい勢いで減らしているといった印象です。今回この個体を観察のために捕獲していますけども、後でちゃんとリリースしますので、皆さんもね、採集するならば最低限度で、できれば観察のための捕獲に留めましょう。ちなみに最近昆虫食として話題になっているタガメは、海外の台湾タガメが一般的です。はい、っていうことでね、もうこれで観察を終わりにしたいんで、もう捕まえたタガメたちは逃がしたいと思います。じゃあ、捕まってくれてありがとう。2匹目も。バイバイ。はい。そして、幼虫。元気だね。じゃあ、お前も、ちゃんと生きろよ。バイバイ。はい。っていうことで無事タガメ観察できました。大志くん、ありがとうございます。いえいえ、
ってよかったです。もうほんと僕、タガメ初めて見ることができて、もう感激です、本当に。っていうことで、今回はね、タガメだけじゃなくて、水生昆虫たくさん見れましたってことで、大満足の一晩でした。ということで、今回の動画はこの辺でおしまいにしたいと思います。タガメはね、貴重な昆虫なので、現在、売買のための捕獲、採集は禁止されています。ので、くれぐれも皆さんご注意ください。貴重な自然を守っていきましょう。ということで、今回この辺で終わりにしたいと思います。むしょりチャンネルでは、昆虫採集、昆虫標本、最近では昆虫飼育の動画も扱っているので、こういう動画見たかったって方はぜひ、チャンネル登録、高評価、通知登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、またね。バイバイ。